はい、こんにちは、増田です。ちょっと時間が空いちゃったんですけど、雨がすごくて、やっと今日あたり晴れたんですけど、昨日の晩は、明け方まで雷がすごくて、少し寝不足です。でもうこの辺ジャングルみたいになって、道は川のようになってるんですけれども、晴れたので、今日一つ撮ります。今日の話はプラスチックについてなんですね。今もちょっとスーパー行って買い物してたんですけども、レジ袋が有料になって、1個3円するんですね。でこれを、なるべく買わないようにっていう話なんだけど、それはいいんですけども、実際にはですね、中に入ってるもの、こういうもののですね、プラスチックのがはるかに多いわけですね。普段何食べてるか分かっちゃいますけども、こういうその容器包装の方がもうこんなレジ袋よりもはるかに多いんです。でサラダみたいなのも買ってもこんな風に立派なプラスチック容器に入ってます。このいわゆるプラスチックの容器包装がとっても、多いというのが問題なんです。で日本はプラスチックのゴミの排出量がですね、1人当たりの排出量が世界で2番目に多いんですね、アメリカに次いで。そのくらい全てのものがプラスチックのものに容器に入ってるっていうのは、コンビニでもスーパーでも同じで、皆さんもなんとなく、気づいて、中にはイライラしてる人もいるんですけども、これは全部ゴミになるわけですね。ですからゴミの収集日の中でプラスチックと分別してる人の場合は、特にそのプラスチックゴミの方が他の生ゴミとかよりも多いっていうことにお気づきのはずなんですね。非常に多いです。で世界中でプラスチックのゴミ、それはいろんなものを含みます。家具とか建材とかですね、そういうものを全部含んで容器包装が一番多いんですね、割合でいうと。だから世界中で使っているプラスチックの一番多いのがいわゆる容器包装関係なんです。で日本は特に多いということですね。で最近はだんだんすごくなってきてですね、今日ちょっと普段こんなものは買わないんですよ。でも面白いから買っちゃったのは、ほらスイカだってこんな立派なものに入ってます。どうしてこういうまるでなんかね、このままなんかの製品になりそうな立派なプラスチック容器にスイカが、何分の1切れたのね入ってる売ってるんですね。でこれでこれで300円足らずですけれども、スイカの値段なのか容器の値段なのかさっぱり分かんないという立派なものです。こういうのがいっぱいありますよね。さらに驚くのはですね、例えばこれもみんな大好きなこういうやつですけども、これ自体もすごいんだけど、これを開けるとですね、また全部こういうふうに舗装になってるの、こうやって。でこんなことをしなくてもいいはずなのにだんだんこうなってきてます。これもそうですね、ミックスナッツなんだけど、これ開けるとこういうふうにちゃんと一つずつ、パックされていて、1日1個を食べなさいみたいなってるんですね。だからそれが全体でもって入ってるという、非常に丁寧というかしつこいというかですね、これでそのプラスチックの消費量が圧倒的に高くなって多くなっているということに、気づくと思います。プラスチックごみを削減するためにレジ袋をやめましょうとか有料化しましょうっていうのは本当にもう全体から言うとですね、数%に満たないんですね。だからあとの90数%はそれ以外のものなんですね。でかといってこの容器はですね、料理そのものがですね、もうすでにこれを前提としてできてるっていうものが多いので、これでないとダメっていうのができちゃってるんですね。それは例えば電子レンジのような工業製品、冷凍庫もそうですけども、そういうものと連動して調理方法が決まってくる。でこの調理済みのものがこういう形になっているから料理ができるという、そういう因果関係が生まれてきていて、だからこれなくせないよねっていう
状態になってるんですね。ジレンマですね。で、そんなこと言ってると問題解決しないんで、その料理の方法からして変えていかなきゃいけないというふうに私は思うんですね。皆さんどうでしょうか。でそんなことできるかどうかっていうことですけども、できないことはないんです。例えばこんなものも、これは紙ですよね。もうこれプラスチックで作ってるところもあるんだけど、紙でもできます。全然紙でもできるんですね。だから紙を使えばじゃあいいのかってそんなことはないんですよ。紙は、使いすぎれば森林資源をどんどん少なくしてしまうし、いろんな意味で環境に負荷をかけることになるんだけど、容器包装そのものを少なくすることと同時に材質をやっぱり改良していって、どっかでバランスを取っていかないといけないということなんですね。でこのことはですね、実はデザインの問題です。ですので、デザイナーがデザインをするときに、何をデザインするかって、そのグラフィックとか写真とかですね、パッケージとかネーミングとか、そういうものはいいんですけれども、それはいわゆるコンピューター上に書かれたイメージであって、実際にそれが印刷されて世の中にリアライズしていくときにはですね、材料を伴うわけですよね。でこれが環境に大きな負荷をかけていくということをぜひ承知していただいて、デザイナーの責任としてですね少なくとももっとマシな方法がないかを考えていただきたい。でそれを考えていくと多分すごく面白い、デザインが生まれてきます。で世界中で今実はその競争が始まっていて、競争っていうと変ですね、工夫が始まっていて、デザイナーたちがいろんな代替資源、代替素材を使って非常に面白くて効果的でコスト的にもリーズナブルなものをデザインしようというふうに、してるんですね。で、これはもうデザインの醍醐味です。だから諦めないで、だって何やったってプラスチックなんだもしょうがないじゃないっていうのもあるけども、そこで諦めないでやっぱり工夫をし提案をし、しつこく提案をし批判しで、どっかで実現していくという機会を持とうというふうに考えていきたいと思うんですね。私もそれをこの辺の行政の人たちにも提案し、でスーパーマーケットとかですね、そういう流通の人たちとか生活者とかと一緒になって、もうちょっとマシなパッケージ、容器包装を開発し、流通させて使っていきましょうという運動を始めてます。ですから皆さんもぜひですね、自分たちの住んでるあたりでいろんな人と話をしながら、これまずいよね、こうしたいよねっていうことを考えてで提案していきましょう。そうしないといつまでたっても世の中が変わりません以上です。はい、じゃあまた。ありがとうございますだ。